回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、まゆみさん久しぶりですね。お忙しかったですか、最近は。私、日本にいた時はマフィア映画とかその銃撃戦の戦争映画とか見てもすごいなとか怖いなとか思ってたんですけど、メキシコ住み出してからすごい安心して映画が見れる。フィクションだからってこと？慣れちゃってどうすんのよ。慣れちゃってから、むしろ表現の仕方が甘いなぐらいの感覚で見てんの。どうせ主人公助かるんでしょとか思っちゃう。どうせねって、そりゃそうですよね。かっこいい吹き方するわけないじゃんとか思うけど。なるほど。もっと泥臭いよ。それもう殺し屋の目線じゃないですか。あんな打ち方しないよって嫌な目線だな。あとレイレイさんね、 YouTube もすでに現在なんかやられてることなんですよ、はい。ね、今ちょうど1万人登録者いるんですね。そうですね。ちょうど本当に今週達成した。そうです。ちょっと負けてらんない。おめでとうございます。ありがとうございます。やっと本当にやっとです。こういうちょっと日本に来てびっくりしたこととか。本当にびっくりしてるんですけど、でも日本人の方に言うと、そんなとこにびっくりしてるのっていうのがっていうことなんですよね。やっぱそうなんです。文化、国が変わるとね、やっぱ驚き方変わりますよね。それが普通なんだけど、でも中国人からしたらなんでそうなのっていうのが。じゃあ私もメキシコで YouTube 始めようかな。そうですよ。日本の目線でメキシコぶった切ったら、そんな風に見られてんのっていう話ですよ。でも同じ状況です。はい、ということでね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだワーン。今回のテーマはこちらです。フード&フェスティバル。季節も秋ということでですね、いわゆる収穫祭などいろんなイベント、祭りがあると思います。そこで今日は皆さんが住む国の食にちなんだイベントをご紹介いただきたいと思います。まずはレイレイさん、食にまつわるイベントを教えてください。今の季節は一番旬なものは上海ガニなんですよね。この時期にみんな大体なんか何かしら理由つけて一緒に食事して、それはもう上海ガニを一緒に食べる。もう食べに集まっちゃうんだ。そう。これ食べるために集まるんです。基本的にはなんか味噌とか食べる感じなんですかね。そう、皆さん意外となんかその上海ガニ食べるところ少ないじゃんって思う。一応そのコーラ開けると、もちろんその味噌とかあるんですけど、あと手足はちゃんと食べますよ。中身にお肉中身もちゃんと普通のカニと同じようにあるわけですね。そうです。これきれいに食べるのかなんか楽しみみたいな。めんどくさいけど美味しいみたいな。やっぱカニっていうと、俺のイメージからすると無口になるっていうイメージがあるんですけど、それは上海ガニでも同じですよね。ペチャクチャ喋りながらカニはあんま食わないですよね。真剣になっちゃうんですよね。わかんない。今、あれ宴会のために上海ガニ食うっていうけど、みんな集まったはいいけど、みんな黙々と自分の食べるものに夢中になってんじゃないかと思って。それは楽しいのかなと一瞬思ったんだけど。集団行動の瞬間ですね、なんか。みんな一斉になんか。別になんかそこで何か喋るっていうよりも、同じ空間でカニを一心不乱に食べてるのがなんか、俺たち仲間だよねみたいなのがあるってことですか？そうなんです。例えばもちろんその上海ガニ食べるとき、だから宴会のときはいわゆる前菜とかいろいろ他のものも食べるんですけど、でも上海ガニはメインなんですよ。上海ガニメインになんか取り込むときは結構皆さん多分無口になったりするんですよね。でもその前後はちゃんとおしゃべりとかもするし、おしゃべりしてメインは集中するわけね。メインは集中する。9月末くらいから食べ始めて、10月、11月とかが、そう、これが生のなんか酔いガニなんですよね。紹興酒で酔わせるんですよ。これめちゃくちゃ美味しい。なんか大人のカニ料理です。どんな大人のカニ料理？なんか結構生々しいっていうか、
なんだろう、カニの刺身みたいな感覚そうになる。そうそうそう、そんな感じなんですよ。結構お酒の味がたっぷり染み込んでる。染み込んでます。でも、その紹興酒でもともとそんなに度数が高くないし、うん料理酒にもよく使われるはいはいかはいはら、全然なんか食べてる人は、そのなんか、あ、お酒酔い悪くするみたいな、そういうことはないんですよそういうね。感じではないんですか。うん。なんか今、写真見ていただくと、なんかそのちゃんと足にも身が入ってますよね。それも美味しいです。子供は食べれないってことですか、やっぱりこれはね紹興酒。ちょっとね、そう、子供がそんなに上海ガニそもそもそんなに真剣に食べれないんですよし、そもそもね。なんか最初は多分オスとかメスって分かれるんですけれども、なんかその好みも分かれるんですよね。オスの方が好きとかメスの方が好きとか。ああ、そうなんですか。個体差もあって、だいたいオスの方が大きいから、ちょっと時期待つとまた大きいオスが出てくるよみたいな感じで、ちょっと1ヶ月、2ヶ月くらい、なんていうか段階に分けて楽しめるっていうか、そんな感じです。去年は今日本にいるんですけど、実は今結構中国からその上海ガニを輸入して販売してる中華物産展のところもあるんで、そこから問い寄せてだいたい1箱で買うんですけど、18匹とか12匹ぐらいあって、そう生きたまま来るんですよね。みんな口からまだ泡吹いてるんですよ。死んだらもう食べれないです。必ず生きたまんま、なんかずっとそこに箱を置いてると、ててててててって聞こえるんですよ。いわゆるみんなが動いて、その竹かごの中で動いてる音が聞こえる。動いてる音が聞こえるんですか。そう。上海ガニとして食べるものと、酔いガニ両方生きたまま調理してっていう感じなんですか。酔いガニはすごい調理するの大変だから、だいたいそのまま酔いガニとして買うんですけど、で、上海ガニ普通は蒸して食べるから、その時は、まあ、生きたまま買ってきて、生きたまんま、蒸し鍋に入れて、蒸すんですよね。ちょっと残酷なんですけど、でも一番フレッシュなままで美味しい状態がそこってこと。むしろ死んだらダメなんですよ。もう死んだらそれはもう食べちゃいけない。そのぐらいなんか厳しいというか、必ず生きたまま蒸す。あきこさん知ってました？知らなかったです。酔わせて食べるって。酔わせててそこだけ切り取るとなんかね、やらしい響きです。酔わせてって。でもわかんない。今まゆみちゃんとこのメキシコだったら豚にテキーラガー飲ませて、それでそのまま丸焼きにしそうじゃないですか。そういうことですよね。ポーチャーなことを考えてしまった。これは何ですか？カニを食べる道具っていう感じですか？普段私が食べるとき多分何番目か一番右しか使わないと思う。日本人は一番右のやつですね。ちょっと先っちょが分かれてるやつ。これでほじくってみたいな感じですよね。なんか今そうなんで生きたまましか食べれないかっていうと、なんか死ぬと中毒になるかもしれないからっていうなんか言われてるらしいんですよね。カニちゃんがなんかいわゆる逃げようとしたらなんか乳酸が増えて、それがなくなった後に一気になんかばい菌が広がるらしいんですよね。なのでそうなの？私もずっと言われてました。もう生きたままのやつしか食べない。じゃないとダメだって。そういう理由があるんだ。でこの道具なんですけど、本当になんかこだわる人たちは上海ガニ食べるときにこのカニ発見を使うんですよ。四川省の出身だから、そもそも小さい時にこの上海ガニ食べる習慣ないんですよね。上海ガニはやっぱりもともとその上海の周辺、蘇州とかの湖で魚になって食べられるものなので、私も大人になってからむしろ上海ガニの食べ方勉強してみたいな感じなんです。なるほどなるほど。今だと四川省ってどっちかっていうと山側の方ですもんね。内陸部ですもんね。はい。でも今もうそういうふうに上海ガニを食べる習慣はあるんですか？もともと地方のローカルのものはだいたい今全国に広がってる感じなので。やっぱもうそんな感じだ。物流が発達してるからそうなんだ。上海ガニも四川の人でも食べれるようになったし、四川の火鍋も今中国全国で食べるから、それ日本も一緒だ。どこ行ってももうね、なんか地方の名物が逆に言うとなくなってるっちゃなくなってるみたいな。例えば蘇州のその本当に有名な湖
っていう産地があるんですけど、そこの上海からには一番高いし、一番なんていうかな、美味しいって言われるし、火鍋食べようと思うと、例えば成都とか重慶に行った方が一番いいっていうのはもちろんあるんですけど、でも同じのでも食べようと思えば食べれる。食べると思えば食べれる。これをなんかこの時期になると、取引先とか大事な人にカニ券を送るんですよね。カニ券。商品券、そう、なんかデパートの商品券みたいにカニ券っていうのがあって、それを、まあ、大事な人に送って、その人がそれを使ってもうカニを交換しに行くんですよ。この時期に喜ばれるプレゼント。喜ばれるプレゼントなんだ。わかりました。ありがとうございます。続いて、レイレイさん。中国の食にまつわるイベントを教えてください。冬越す時の食べ物を、この時期から用意し始めて、お正月の時とかに食べるものがあるんですよね。ソーセージとか、まあ、干し肉、ベーコンみたいなものをラーローって言うんですけど、それを大量に用意するんですよ。みんなベランダとかに屋上とかに吊るすんですよね。これを作ること自体がイベントっていうか、もう一大催し事っていうか。そう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 。本当にぶら下げてんだな。なんか日本人がなんだろう、たくあん作って干してるみたいな。ああ、そんな感じです。各家庭でせっせと準備するんですよね。はい。ソーセージっぽいやつは、まあ、同じ豚肉なんですけど、このちゃんとひき肉にして味付けした後に、豚の大根を入れて、なんか腸詰めするやつと、まあ、ブロック肉にして、味付けもちゃんと何日間か、つけてから干すっていうラーロー、まあ、お肉のブロックみたいなものも両方あるんですよね。家庭によっては豚耳もつけたり、あと豚のタンもつけたり、豚の尻尾もつけたりする家庭もありますね。何でもかんでもなんだ。豚は捨てるところがないんですよね。まあテールか。そう、テールも。あと本当にもうちょっとマイナーなんですけど、ウサギとかもつけちゃったりするんですよね。これは美味しそうだな。食べるときにちょっと茹でて厚めに切って炒め物とかすると本当に美味しい。あと炊き込みご飯みたいにもできるんですよ。これ自体がもう味付けできてるから炒め物するときももう塩とか入れないぐらいで野菜炒めするともうそのまま美味しいんですよ。これはニンニクの芽、あとキャベツとかも春キャベツとかと炒めるとすごい美味しい。スープにも入れるとちょっと塩気が出て美味しい。もうそのまんまいけちゃうのね。いろんなもう料理に使える。もう一回これ作っちゃうと冬にいろんなバリエーションができるから。私の中で冬の保存食とかチャーハンと切って。これあきこさん、これは結構ね、使い勝手いいやつじゃないですか、これ。私はこれ、スパムでこんないつも作ってますけど、本当のチャーシューが欲しい。結構一般的なんですか、用途。私の例えば、母親の実家、いわゆるおばあちゃんが育ったお家に帰ると豚が走り回ってるんですよね。ちゃんと豚小屋があって豚小屋の中に毎年多分20匹20頭っていうんですかね、ちっちゃい豚を産んで、そこの田舎のお手洗いっていうのがなくて豚小屋の隣にお手洗いがある感じ、なんかちょっと一緒になっちゃってるんですよね。そういう時に私がその田舎に帰って一番怖いのはおトイレに行くことなんですよ。いわゆる後ろに豚が吠えてる。本当に怖くて、小さい時に帰るとなんか電気もないし豚が吠えてるからなんか豚がかってくるんじゃないかってすごいドキドキしてくる。これ聞いていいのかどうかはあれなんだけど、糞尿とか豚食べちゃうってことですか？食べちゃうっていうのが、でも糞尿は全部飼料にしちゃうんですよ。糞尿は蓄えて。そういうことか。そう、だいたい一家にその糞尿を蓄える池みたいなのもあって、蓄えて、またそれを野菜の肥やしにして、畑とかに肥料にしちゃってっていうことだ。肥料にしちゃうから、あとその時は多分水道水もなくて、ちゃんと後ろに山があって、山からなんか、水を引いてくるとか、そういう暮らしをしてるような田舎なんですよね。
豚に怯えながらトイレに行くっていう話は、僕は初めて聞きました。ああ、そういうことがあるんだ。子供の頃怖いよね、だって。多分今の中国に田舎だったら、まだそういうふうに残ってるとこもあると思うんですけど、私が小さい時いわゆる90年代初期とか80年代だともうそれが普通で、よくなんかその田舎の事故っていうと、だいたい子供が走り回って、その糞尿を蓄える池に落ちちゃったとか、そういう話。ありがちだな、声だめに落っこちるってやつだね。わかりました。ありがとうございます。続いて、あきこさん。アメリカの食にまつわるイベントを教えてください。ドーナツフェスティバルっていうのが、ロサンゼルスでは11月にあるんですね。アメリカのね、ドーナツっていうと、いろいろとカラフルな。すごいな。で、アメリカ人はドーナツ大好きです。朝ごはんにドーナツ一つとコーヒーを買って、で、そのまま職場に行くとかね、そういう人いっぱいいますし。朝から行くんですか、ドーナツ。行きます、行きます。朝、大行列ですよ、ドーナツ屋さん。メキシコも。メキシコもですか。だよね。これなんか甘ったるい感じじゃないですか。全員が全員じゃないですけど、大好きです、みんな。ドーナツフェスティバルっていうのはですね、チケットにもいろいろ VIP とかランクがあるんですけれども、中に入れて、1人、だいたい8種類から10種類ぐらいのドーナツのサンプルを丸々1個じゃなくて、ちょっと一口サイズぐらいのものを。テイスト、テイスティングですね。ドーナツのテイスティング。好きなところに並んで、ドーナツサンプルもらって、で、またじゃあ次の、テントに行って、またもらって、で、じゃあ次に行って、またもらってっていうことで、3つで使うぐらいいろんな種類のドーナツがあるんですけども、一番最後に帰るときにですね、お客さんはみんな投票するんですよ。どれが一番良かったか。どのドーナツ屋さんが一番美味しかったか。これはかなり箔がつくことになるんですよ。ロサンゼルスのドーナツ屋さんの中にも。ロサンゼルスのドーナツフェスティバルは面白いんですけどね、ビールとセットになってるんですよ。ビール。その組み合わせどうなんだろうっていう。コーヒーとかじゃないですね。ビール飲んで。コーラにしたい。こう甘いからちょっと苦めのビールが飲みたくなる。試したことないからわかんないけど、ビールはビール、どうかな。酒のつまみってちょっと塩っ辛い方がいいんじゃないかっていうイメージがあるんだけど。でもそういうのもちょっと試してみてみたいなっていうのもあって、いろいろ調べてみたんですけど、面白くてね。レイレイさん、いかがですか？ちょっと。あと私思うのはこういうもの朝食べた方が一番罪悪感ないんですよ。確かに。朝だったらなんか食べてもまだ一日あるからちょっとなんとかなりそうな気がするからお試しセットにしてくるのめちゃくちゃ嬉しいですね。いろいろ試せるからね。そうですね。まゆみさんいかがでした？私メキシコに住んでると太ってても罪悪感全然ない。なるほど。ましたね。はい、ありがとうございました。